あの車は何だい？ヒュンダイ。はい、どうも、カッパ園長です。EV 終了なんだって。まあ、そういう記事がね、もう出始めてどれぐらいになりますかね。そんな今日、マジでってそんなびっくりするほど、ね、なんか初耳とかっていうなんかもう超ド新鮮な、なんかびっくり仰天するような、なんかそういう鮮度の高いニュースでもなんでもないですよね。てか最初から言われてたじゃん。まあ日本以外の他の国地域、特に欧州からの米国でもってこのクアン国、中国と、まあ、EV ワッショイワッショイ言ってたやからは、まあちょっとなんかね、瞬間瞬間なんかびっくりしたのかもしれないですけど、まあでもあいつらも分かって仕掛けてたんだから、特に欧州のやつらなんかさ、ね、何回も動画でお伝えしてますけど、要はこの日本の、ね、このエンジンカー、ね、まあ、特にこのトヨタを筆頭に、日本の自動車メーカーの内燃機関、ね、日本の自動車に、もうなんかエンジンじゃ太刀打ちできないと、ね、ガソリンもディーゼルもダメだと、じゃあどうしようか、じゃあとりあえず締め出して、もう EV 以外認めないっていう、なんかそういうなんか謎ルールを、ね、てめえたちもよう、ね、この EV ようやらんくせに、日本の、特にこのトヨタの、ね、締め出して、いわば日本に対する嫌がらせですよね。日本の自動車産業、自動車業界、ね、自動車メーカーを嫌がらせして、あわよくば葬り去る。潰したいがために、なんかデタラメこきながら、やる環境だ、CO2 削減だ、ね、クリーンエネルギーだとか、ね、再エネみたいな感じで、もうなんかどれもこれもこの詐欺師の常套句じゃん。そんなの。どこがカーボンニュートラルなんだよって。で、この EV ワッショイ言ってたやつらが、あれみたいな。やりながら、あれって。で、ここに来て、やっぱダメだと。やっぱ日本のトヨタの言う通りでした。ごめんなさいっていう、そういう感じでしょ。で、そこでね、韓国のね、このヒョンデ、あの車はヒュンダイは、いや、こんなのは一時的なハードルだから、ね、現状変更なし、このまま EV 路線で行きます、みたいな。まあ、これもね、この間ちょこっと見ましたけども、いや、今更この引くに引けないんですよ。だってそもそもエンジンで太刀打ちできてなかった。さらに、あれですよね、自分たちでどうにかして、ね、この独自のなんかこの技術とかノウハウでもって、ね、日本他、なんかこのドイツだのなんだのってこの他のこの車屋と、ね、勝負していたわけでもなんでもなく、ね、なんだったのこの日本の三菱自動車のこの劣化コピーのさらに劣化コピーみたいなもんで、どうにかこうにかぐるぐる回ってもいないよね。側だけなんかもうデザイナー引っ張ってきて、ね、ごまかしていたっていう、ある意味この詐欺に詐欺重ねていたようなやつだよな。だからもともと自動車屋としてのね、なんかこの積み重ね、ね、技術があるわけでもない、ノウハウがあるわけでもない、何もない、ね、ただただひたすら日本の何かを盗んで、ね、劣化コピーばらまいていただけ。だからもう今更この方向転換すらできない。舵を切り直すこともできない。だからもうこの売れなくても、あの車はヒュンダイはもうすべてオール EV で行くしかないっていう、今そういう状況なんですよね。韓国の自動車屋さんたちはね。で、例えばじゃあ他の電車屋はどうなってるかっていうと、まあ、テスラを筆頭に、あとまあ GM でしょ、このフォード、あとこのフォルクスワーゲンもそうですよね。相次いでこの電気自動車投資計画を延期あるいは取り消し。GM っつったらこのホンダとなんかほら、共同開発あったじゃないですか。まああったんですけど、あれももう全面取り消しですよね。解消。だからまあなんだったらあれですよね。そこそこ、ね、この EV 界隈とはいえ、ね、詐欺電車とはいえ、それなりにこの売れていたやつら、上から順番に、ね、軒並みもうなんか EV、ちょっと待てよと。一旦ちょっと止めてよく考えようか。あるいは、いやもうこれダメだと。今のうち、まだそこまでこの傷深くない今のうちに、方向転換しなきゃダメだと。ってしている中ですよ。ね、この韓国ヒョンデだけ、いや、計画変更はないと。電車だと。EV ワッショイそのまま続けると。韓国だけね。まあ、もともとね、もともと車屋でもなんでもなかったんで、
この GM とホンダが電気自動車の共同開発全面取り消し、ヒュンダイだけ、EV オールインで、ね、EV ワッショイ祭りをそのまま続けるそうで。で、まあ、このトヨタ自動車ですよね。またこの世界に勝ってしまうと、アメリカ自動車業界で今この猛プッシュ、アメリカ国民のほとんどの人がもうハイブリッド購入検討、もう EV いらないと。そもそもお客さんたちが、ユーザーさんたちがもう EV に背向けてると。うん。でも韓国ヒョンデだけ EV オールインだと。うん。まあ車屋じゃないから別にいっかって、そういう感じなんですかね。うん。だけれども、ね、例えば日本のこのね、自動車評論家とかね、日本のこのね、この自動車、専門誌とか、なんかあんじゃん、そういうの。うん、このまあ日本のこのね、マスコミのこの車部門ですよね。うん。だけまあ一番新しいネタでもこの去年とか一昨年ぐらいの、だから1週2週遅れのね、EV に出遅れた。トヨタがアメリカ市場で負け始めたとか今頃言ってるんですよ。アホですね、日本のマスコミは。うん、日本の車評論家とかってもう大概こびかんだからな。うん、一方、韓国ヒュンダイはって、うん、ずーっと、いまだにですよ。さっき言いましたよね。テスラを筆頭に、ね、そこそこね、先電車屋さんの中でもそこそこ売れていた輩が上から順番に計画中止、あるいは一旦停止、っていう動きを取っていて、で、実際アメリカのこの車ユーザーさん、ね、お客さんたちがもうそっぽ向いて、いや、だったらトヨタのハイブリッドでしょうと。ね、電車いらねえよと。っていうのが今のこの世論。ね。現実はそうなんですけども、だけど日本のマスコミだけ、いやもう日本の自動車オワコン、トヨタオワコン、EV みたいな。日本と比べて韓国ヒュンダイはすごいみたいなことを未だにやってるんですよ。アホですよね。まあいいや、ちょっと順番に見ていきましょうか。じゃあまずこの中央日報さんの記事ですかね。世界の自動車市場のパラダイムを変えた電気自動車の成長に急制度がかかったと。これに伴い、自動車業界の動きが大きく分かれていると。電気自動車の成長に急制度、どっちかっつったらこのなんかブレーキとアクセル両方踏んでたように見えたけどね。で、世界一のテスラだけでなく、GM、フォード、フォルクスワーゲンなど相次いで電気自動車投資計画を延期あるいは取り消ししていると。これに対して、ヒュンダイ自動車グループと、あと BM もだって、BM か。は、電気自動車需要の拡大を予想して、投資を計画通りに執行し、適正価格での販売、政策を、確固としてきたと。だから電気自動車投資取り消しより、さらに安く売ろうみたいな、そういう感じなのか。電気自動車市場のゲームチェンジャーであるテスラの立場は最近大きく変えたと。イーロン・マスク CEO は先月18日の7月9月期、業績発表の際、多くの人が月給をもらって生活し、負債も多くクレジットカード借金、モーゲージ借金をしている。我々は自動車をもっと安くしなければならないと強調したと。そっか。実際テスラは今年に入り自社のモデルのうち最高額であるモデル X の価格を3割以上引き下げたと。ブルームバーグはこうした、喧嘩販売は、会社の収益に影響を及ぼす。テスラの自動車売上増加率は昨年 51% だったが今年、7月9月期は 5% にとどまっていると。これまで売上総利益率は 16.3% に下落し、この4年ほどで最低だったと指摘。電気自動車の販売、投資政策を変えたのはテスラだけではない。打倒テスラを目標に GM とホンダが共同で推進してきた50億ドル規模の、普及型電気自動車開発共同プロジェクトも全面的に中止されたと。ホンダねで、GM はアメリカ・ミシガン州に建設することにした電気自動車工場の稼働時期も1年延期したと。フォードはすでに計画された150億ドルの電気自動車関連投資のうち120億ドルを延期すると明らかにしたと。フォルクスワーゲングループもアメリカでの20億ドル規模の新規電気自動車工場建設計画を取り消したと。さて、じゃあ、あれか、韓国ヒョンデは粘り強く。これ粘り強くって言うのかなだって他にやりようがないからもうそこに突き進んでいくしかないだけだろう、お前らは。
で、4月9月期電気自動車5万台販売したヒュンダイ自動車グループは電気自動車転換に戦略修正はないという立場。ヒョンデの、企画、財政、企画財経本部長、副社長か。は先月の業績発表で、最近の需要鈍化を一時的なハードルと規定し、まだまだ売れるってさ。保守的に、生産期日や開発を遅らせることは考えないと話した。ヒュンダイ自動車グループは26年には電気自動車194万台を販売するという計画。昨年の電気自動車販売台数37万5000台に比べて5倍以上多い数値だと。同じように BM もね、楽観的な見通しを立てているそうですが、さあ、どうなるんでしょうか。あなたは電気自動車、ここ、どうだろう。10年後はちょっとまだわかんないけど、今年とか来年とかはまだだよね。まあいいんですけど、何にせよ5年後だろうが10年後だろうが半世紀後だろうが、ね、あの車はヒュンダイはさすがにねえんじゃねえか。で、このトヨタがね、日本の自動車屋さん、ね、このトヨタと、例えばトヨタが、なんかこのね、うまい具合に回っているのを見て、グギギギギって話をちょっと後半サロン茶化しに行きましょうか。はい、今回は以上です。